エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はデジタルイラストの色塗りが早くなるツアーボックスの新機能ダイナミックカラーピッカーを新型のアークティックシリーズを使って紹介します。ツアーボックスは世界中で50万人以上のクリエイターに愛用されているイラスト制作などを効率化できる左手デバイスで、お絵描きアプリのよく使う機能やキャンバス操作などを手元のボタンやダイヤルで簡単にできる便利アイテムですが、最近新機能のダイナミックカラーピッカーが追加されて、色塗りが素早く簡単にできるようになったみたいなので、今回は新型のツアーボックスと新機能を実際に使って素早く色塗りするテクニックを紹介します。それでは行ってみましょう。新型のアークティックシリーズは最上位モデルエリートプラスの色違いモデルで、全部で4色ありますが、私はブルーにしてみました。色味が絶妙ですごく可愛いです。本体はクリア素材で中のパーツの色が透けて見えるのがおしゃれでいい感じです。最上位モデルのエリートプラスなので性能も一番高くて、パソコンだけでなく iPad や Android タブレットでも使えます。エリートプラスは今までグレー一色でしたが、今回新色が追加されて好みに合わせて色が選べるようになりました。耐久性もアップしていて、色あせや黄ばみが減っていたり、バッテリー持ちも良くなっているみたいです。それでは新機能のダイナミックカラーピッカーを使ってみます。この機能を使うとボタンを1つ押すだけでカラーサークルとスポイトを同時に表示できるので、色塗りの時の色を拾う、色を調整する作業が素早く簡単にできるようになります。ボタンを押すとペン先にカラーサークルが表示されて、カーソルがスポイトに変わるので、キャンバス上の色をすぐに拾えて、色を変えたいときはそのままペン先のカラーサークルでツアーボックスのダイヤルなどで素早く色を調整できます。ボタンを離すと直前のブラシに戻って色塗りを再開できるので、色を拾って調整してそのまま塗るという流れがスムーズにできるようになります。普通はスポイトで色を拾った後に画面端のカラーサークルへ視線や手を移動してペンで色を調整するので少し手間ですが、色塗りの時に何度も繰り返す作業なので、一回一回は小さな手間でも積み重なると意外に時間を取られますが、この機能ならその手間も減らせるので、普通よりもスムーズに色塗りできそうです。ボタンにスポイトを設定している人はそれをダイナミックカラーピッカーに置き換えると今までと同じ感覚で使えるのでおすすめ。ダイナミックカラーピッカーにはカラーホイールと同明度パレットの2つのモードがあって、同明度パレットの方はスポイトで拾った色に近い明るさの色だけを自動で表示してくれるので、絵の明るさを変えずに別の色をのせたい時にとても便利です。例えば反射光を塗る時にどんな色を選べば自然に馴染むのか迷うことがありますが、自動で明度が近い色を出してくれるので自然と馴染む色を選びやすい気がします。明度は下のここを左右に移動で調整できます。カラーホイールと同明度パレットは右上のここがボタンで簡単に切り替えられて、ツアーボックスのボタンを押した時に最初にどちらを表示するか選べます。仕様設定でパレットの大きさや表示位置、スライダー調整やモード切り替えに使うボタンも細かく変えられるので、自分好みに調整するとさらに使いやすくなると思います。次はダイナミックカラーピッカーを使って実際に反射光を塗ってみます。反射光は地面や壁など周りから照り返す光のことで絵に立体感が出たり見栄えが良くなる効果があります。今回はあらかじめ下塗りと影を塗った絵を用意したので、光が当たりそうなところにエアブラシで反射光を塗ってみます。最初にツアーボックスのボタンを押してダイナミックカラーピッカーを出します。スポイトで影色を取ったらカーソルを同明度パレットに移動して同明度パレットの中からここに反射しそうな色をペンで選びます。明るさを微妙に変えたいときはダイヤル操作で明度を細かく変更できます。色を選べたらツアーボックスのボタンを離して色を塗ります。ボタンを離すと直前に使っていたブラシに自動で戻ってくれるので、そのまま色塗りを再開できます。基本的にはこの操作を繰り返すだけで自然な色で素早く塗れると思います。
カラーピッカーがペン先の近くに表示されるので、視線や手を大きく動かさずスムーズに色塗りできます。今はボタンを押している間にパレットが表示されて離すと消えますが、今後のアップデートでボタンを一度押すと表示、もう一度押すと非表示みたいにボタンを押し続けなくてもパレットを表示できるようになるみたいです。次はツアーボックスありなしで同じ目の色を塗ってみて、色塗りにかかる時間が実際にどのくらい変わるのか検証してみます。まずはツアーボックスとダイナミックカラーピッカーを使わずに色塗りしてみます。お絵かきアプリのショートカットはキーボードの複数同時押しなので、ペンとキーボードだけで色塗りすると、キーボードのどのキーを押すのか目で確認してから操作したり、ショートカットを覚えていないと画面の端にあるツールをペンで直接選ばないといけなくて、その分時間がかかってしまいますが、ツアーボックスとダイナミックカラーピッカーを使うと、ボタンを一つ押すだけでスポイトとカラーホイールがペン先に出てくれるので、余計な操作が減って普通よりも早く色塗りできました。ツアーボックスはボタンの形が一つ一つ違っていて、指がボタンに触れた感触で何のボタンなのか分かって、手元を見なくても全てのボタンとダイヤルが操作できるので、書き間違えて一つ前に戻るときやブラシサイズを変えたいときも手元ですぐに操作できて、使い慣れればペンやキーボードだけで操作するよりも作業しやすいと思います。価格は4万円くらいでちょっと高いので、気になるけど手が出せないという人は1万円くらいで買えるライト版もおすすめです。私は初代ツアーボックスから5年以上使っていて、お絵描きだけでなく動画編集にも使えるところが便利で愛用していますが、今回紹介したエリートプラスはダイヤルの数が多かったり、パソコンと iPad の両方で使えるので、個人的にはエリートプラスが一番お気に入りです。なので今回エリートプラスのアークティックシリーズが出て、好きな色を選べるようになったのは嬉しいです。新機能のダイナミックカラーピッカーは今のところ Windows と Mac のクリップスタジオ限定の機能ですが、一番安いライト版も含めてツアーボックスの全機種で使えて、色塗りが今までよりも快適になると思うので、気になる人はチェックしてみてください。ツアーボックスは他にも便利な使い方がたくさんあって、過去動画で詳しく紹介しているので、よかったらそちらも見てみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になった人はチャンネル登録や高評価、コメントや配布してもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。